こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は4種類のキッチンスポンジをご紹介しようと思います。この4種類のスポンジはどれも私が実際に長期間使って使用感がよく分かっているものばかりです。100均などのスポンジと比べるとびっくりするくらい使いやすいので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめにご紹介するのは太陽油脂株式会社のパックスナチュロンキッチンスポンジです。特徴は型崩れしづらく目の粗いスポンジです。目が粗いことで泡立ちや水切れがよく衛生的に使うことができます。そして本当に丈夫で長く使ってもへたらないし、いつまでも泡立ちや水切れが良いです。私の体感としては半年は十分に使えると感じています。ですので取り替え時が難しいんですよね。引っ掛けて穴が開いたり端っこが欠けてきたりした時か、あまりに長く使っていて変色してきた時くらいでしょうか。パックスナチュロンのスポンジはカラー展開が豊富なので、濃い色味のものを選べば変色もあまり気にならないと思います。もう一つパックスナチュロンの良いところは、今日ご紹介する4種類のうち一番お値段が手頃だということでしょうか。消耗品なのでそのあたりもおすすめポイントの一つですね。次にご紹介するのは株式会社亀の子たわし二松商店の亀の子スポンジドゥ角型です。特徴はシンプルさと清潔さにこだわって、さらにゴシゴシと洗いたいお鍋や汚れの強いものにも使いやすい握りやすさが特徴です。銀イオン系の抗菌剤が練り込んであり、高い抗菌作用を実現しているとのことです。使い心地は他の3つと比べると握りやすい。ただソフトな分使用期間は少し短めかもしれませんね。私の体感では 2,3 ヶ月が取り替え時かなと感じています。それでも普通のスポンジに比べれば十分長持ちすると思いますし、衛生面から考えれば 2,3 ヶ月で取り替えるのもいいことだと思いますね。そしてこの亀の子スポンジが他の3つよりもダントツで優れているのが耐熱性です。他の製品は耐熱温度が90度なのに比べると、亀の子スポンジだけは耐熱温度が120度です。生肉を切ったまな板や包丁を洗ったスポンジを安心して熱湯消毒できるというのもおすすめのポイントかと思います。次にご紹介するのはハイホーム日本経過化学工業株式会社のハイホームクリーンスポンジです。骨格構造というしっかりとした作りになっていて、耐久性に優れ泡立ちがよく水切れもいいです。耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。石鹸クレンザーのハイホームの会社が販売しているだけあって、固形の石鹸などにも使いやすくなっていますよ。握り心地などはパックスナチュロンよりも気持ち固めなんですが、ゴシゴシ強くこすりたい時もさっと優しく洗いたい時もどちらにも対応できるので、とても使いやすいと思います。最後にご紹介するのは株式会社大日コーポレーションサンサンスポンジです。ちょっとこの売ってる状態では圧縮されているので厚さ7ミリぐらいなんですが、これ開けるとですね、厚さは 3.3 センチになっています。特徴なんですが、もともとが固形石鹸を作る会社なので、固形石鹸にも使いやすいスポンジとして開発されています。空気を多く含む構造になっていることで、泡立ち、泡切れともにとてもよく衛生的に使うことができます。落ちにくい油汚れもすっきりと落とすことができます。高い形状記憶力を持つ高品質ポリウレタンを使用しているために耐久性にもとても優れているんですね。サンサンスポンジは硬さがノーマルタイプとソフトタイプがあります。ノーマルタイプは今日ご紹介した中で一番目が粗い感じで、触った感じも硬めです。ソフトタイプの方はパックスナチュロンと同じぐらいでしょうか。いずれも使いやすく汚れ落ちも良いです。ということでまとめるとこのような感じになります。
値段で言うとパックスナチュロン亀の子スポンジドゥ角型ハイホームクリーンスポンジサンサンスポンジの順番になります。目の粗さは本当に微妙な差になるとは思うのですが、私の体感で言うと亀の子スポンジドゥ角型、これが一番目が細かいです。次がパックスナチュロン、3番目がハイホームクリーンスポンジで、最後にサンサンスポンジノーマルタイプになります。弾力を比べてみると目の細かい亀の子スポンジが一番弾力が強いと感じます。弾力があるのでしっかりと握ることができて、お鍋などをゴシゴシ洗う時も使いやすいですね。一方で目の粗いサンサンスポンジはあまり弾力はないのですが、その分握力が弱くてもすぐ泡立てることができます。また目が粗い方が水切れが良いというメリットがありますよね。耐熱温度は亀の子スポンジのみ120度で、他はすべて90度となっています。また塩素系漂白剤の使用は4種類とも NG です。そして漆などの傷つきやすい素材の食器は4つとも使用不可となっています。実際私も漆などはこういうスポンジは使わないで手で洗うようにしています。続いて泡立ちを比較してみたいと思います。スポンジ全体に水を含ませたらぎゅーっと絞り、そこに食器洗い用洗剤をワンプッシュして10回握っていきます。はい、どれも十分に泡立っているのがわかると思います。亀の子スポンジのような目の細かいスポンジは泡もきめ細かい感じですね。逆に目の粗いスポンジの泡はさらっとしていますが、その分泡立つのが早いように感じます。ちなみに5個100円で購入した格安スポンジに先ほどと同じ洗剤をつけて10回クシュクシュしてみると泡立ちはこんな感じです。こうして比べると今日ご紹介したスポンジがどれだけ泡立ちが良いかということがわかると思います。ここからはあくまで私の主観に基づいたお話、本音のお話を少ししようと思います。今4種類のスポンジをご紹介しましたが、じゃあ結局どれが一番いいのかというと、これは本当に甲をつけがたいと思います。特に今100均などのスポンジを使っていて、まだ買って1ヶ月も経たないのに泡立ちが悪いなとか、頻繁に買い替えるのがストレスだなと感じる人は、ぜひ一度今日ご紹介したどのスポンジでも良いので試してみていただければと思います。泡立ちや水切れの良さ、いつまで経ってもへたってこない使い心地にびっくりするかと思いますよ。あとどれも数ヶ月単位で使えるのですが、そうなると使ってるうちに色が変化してくるんですね。特に白っぽい色の場合はだんだんと黄色っぽくなってきます。じゃあそれがデメリットかというと、そんなこともなくて、私はこうした色の変化をスポンジ交換の目安にしています。でも黄ばんでくるのが嫌だなと感じる方はブラックなどの色の濃いものを選べばよいかと思いますよ。また亀の子スポンジ以外の耐熱温度は90度となっていますが、90度のお湯で洗えればかなり清潔になりますよね。お鍋でグツグツ煮るような煮沸消毒はできないかもしれませんが、お湯通しをして洗う分には90度でも十分な耐熱温度かと思います。ちなみに実は私は1日使用したスポンジはその日使った布巾などと一緒に洗濯機で洗ってしまいます。そうすると手でスポンジを洗うよりもかなりきれいになりますし、脱水もしっかりされます。汚れも落ちて水がしっかり切れた状態でキッチンのスポンジ置きに置いておけるので清潔さを保てます。スポンジを洗濯機で洗うことに抵抗がない方はぜひ試してみてくださいね。実は今回このスポンジの比較を皆さんにお話ししようと思ったきっかけはこちらのサンサンスポンジなんですね。私は普段パックスナチュロンのスポンジを愛用していたのですが、 SNS を見るとサンサンスポンジがとても評判がいいんですね。それで何が違うんだろうと思って自分で使ってみようと思いました。実際に数ヶ月間使ってみたところ、正直に言うと
パックスナチュロンとサンサンスポンジには大きな差はありませんでした。どちらも半年間使い倒せるくらい丈夫で、泡立ちも水切れも文句なく良かったです。違う点といえば値段と、あとはサンサンスポンジはこのように圧縮されているので保管するのに場所を取らないというところかと思います。なので SNS ではサンサンスポンジばかりを見かけたのですが、他にもたくさん良いスポンジがあるっていうことを皆さんにご紹介したくて今日の動画を作りました。ということで本当にどれも優劣つけがたいのですが、個人的には一番お手頃価格のパックスナチュロンを購入することが多いです。皆様もお値段や対応期間の長さ、あるいは好みの色があるかなど、ご自身にとっての大切なポイントで選んでみてくださいね。そして今回ご紹介するにあたり改めて調べたのですが、この4種類のスポンジを販売している全ての会社が歴史が古く環境に配慮した製品作りをしているということが分かりました。そういうところも素晴らしいなと感じましたよ。頻繁に買い替える必要がなく、一つのものを長く使えるということも環境にとっては優しいですよね。ということで今日は洗い物の頼もしい相棒、少し高級なスポンジ4種類をご紹介しました。皆さんがスポンジを選ぶ時の参考にしていただけたら嬉しいです。購入先のリンクも概要欄に載せておきますね。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。